最近どう仕事の話、仕事は働いて1年になる。1年ちょっとで、去年の3月に大学院卒業して、だから今2年目だね。今が2025年の5月末でしょ。そうだね、ちょうど働いて1年ちょっとで、いやーでも正直まだこれからって感じだよ。いやまあそうだよね。実際新卒だと大体就職して半年とか研修したりするけど、そうお前も研修したよなずっと。俺は去年の年末12月ギリギリまでやってたから、今年の1月からポジション与えられて本格的に業務が開始した。とはいえそのポジションが与えられてからも 1,2 ヶ月は研修っていう感じだったから、本格的に働き始めたのはマジでここ 2,3 ヶ月。じゃあマジで仕事し始めでまだまだ覚えることはいっぱいある感じ。いやもう全然なんかもう知らないことの方が多いから、なんか先輩に教えてもらいながらって感じだけど、いやそもそも俺が働いてる会社っていうのがソフトウェアの会社かな、ざっくり言ったら、その自社でソフトウェアを開発して企業にまあ広く提供してっていう、まあ、B2B のビジネスがまあメインなんだよね。で俺が何をやってるかっていうと、そのうちの製品を使ってくれてるお客さんをなんか専任で何社か担当してアドバイザリー業務かなを基本的にはやってる。まあ、製品のこともそうだし、製品の枠も超えて、製品の枠を超えて枠も超えて、それ業務的にはかなりコンサルティングに近いことをやってるから、お客さんの会社のなんかビジネス課題とかっていうところまで踏まえた上でなんかアドバイザリーをするっていうこともある。なるほど。そういう職種で、なんか多分一般的にはテクニカルアカウントマネージャーっていう風に呼ばれるポジションではある。テクニカルアカウントマネージャー。そう。TAM ってこと？タムって言うんだ。タムっていうあ、そうなんだ。そうで、もともと2社持ってて、今週1社増えた。あ、そうなんだ。1社増えた、はい、そうで早速来週お客さん先に訪問してミーティングがあるあ、そうなんだ。そう来週初めてある。初めてある。あ、じゃあ名刺交換とかもし名刺交換ももちろんする。そう海外でもあんのかな、名刺交換って。いや名刺交換はあるんじゃない、まあ、名刺はみんな持ってるか。絶対ある。で今もやってるんじゃない世界で。日本だとね、渡し方の礼儀作法がね、いやマジでめんどくさいあれ。結構めんどくさいよね。そうもう思いっきりギチギチに決まってるよね。本当に。そう渡す時は絶対にこうやって両手でね。で名前のテキスト絶対に隠しちゃいけないとかもあるし見えるように持つと。そうでお客さんから先に名刺をもらうのか自分が先に渡すのかとかっていうところも結構めんどくさくて毎回気まずいっていう。気遣う。そうっていうのを来週しなきゃいけないな。でもちろんスーツだからその時は。あ、いつもは私服でいい。あ、もう会社に行く時とかは完全に私服だからデニム履いていくしみたいな。デニムでもデニムいける。だいぶ緩い方だ。だいぶゆるい。襟付きじゃないとダメだ。あ、全然そんなことはない。俺が勤めてた前の会社は、ビジネスカジュアルは OK、だから私服っぽい服でもいいんだけど、デニムはダメっていうのと、トップスは襟がついてないとダメっていうルールがあったわ。なるほど。そうだよ。今次男2社目だもんね。そうだ。働き始めてそもそももう何年経つんだっけ？俺もう7年目かな。7年目。丸6年働いて、そうだね、今年7年目だね。やべえ、なんか中堅だよね。いやもう中堅だね。社会人としては。そう、俺も三男と一緒で、大学院卒業して、そのまま新卒で前の会社に入社して、で前の会社はメーカーだったね、そこはもう電化製品を作る、メーカーで、もう日本有数のね、日本全員が知ってる会社だ。ある電化製品で有名なメーカーで働いてて、
でそこではその電化製品の組み込み開発とスマートフォンのアプリ開発の、エンジニアをしてて、だから三男は、エンジニアっちゃエンジニアだけど、コードは書かないんだよね。書かない。俺はもうバリバリコードを書く、プログラマーというか、SE というか、そんな感じで働いてて。そうだね。で今の会社はアプリ開発をやってるんだけど、会社としてウェブサービスを持ってて、そのウェブサービスの中のモバイルアプリケーション開発を担当してるっていう、なんかそんな感じだね。で転職したのがいつなんだっけ？去年の10月。じゃあもう半年以上は経ったんだ。半年以上は経った。前の会社と比べて、今の会社の仕事とかってどうなの？でもなんかやってること的には同じような感じなのかな？そうだね、前の会社のアプリ開発とは結構似てるような感じかもしれない、電化製品の中身の組み込み開発と、スマホアプリ開発を前職ではやってたんだけど、組み込み開発の方が結構面白くなくて一方のアプリ開発すごい楽しくて、で俺もなんかそっちを専門にしていきたいと思って、それで転職したそんな感じだね。じゃあ今の会社ではでもやりたかったことができてるめちゃくちゃできてる。やりたいことはできてて、であとイメージなんか前の会社は結構出社してたもんね。そうね。それが今もうフルリモートっていう感じだもんね。いやフルじゃない。フルじゃない。月1回は出社しないといけない。フルでいいよそんなの。だからフルとはちょっと正直言えない。いや言っていいよフルリモートって。いやちょっとおこがましい。だからなんか働き方的にもめっちゃ良くなって、かなり自由になった。だよね。仕事の内容的にもよくて、働き方に関してもめっちゃいいじゃん。待遇どう？待遇は、悪くはない、前職とそんなに変わらないから。年収的には、ぶっちゃけいくらぐらい？年収？いや500万から1000万の間広って幅広くだいたいそのミドルぐらい。ミドルぐらい。平均年収っていくらくらい？日本の世帯年収は500くらいだと思う。なるほど、そこはもう超えてるって感じ。そこはどう超えてる？それで言うとちょうどぐらい。今でもまだ2年目だもんね。2年目めっちゃちょうどくらい。全然もうすでに、もうその年齢でちょうどくらいいってるっていうことで悪くはないんじゃん。悪くはない。でもなんか今の会社給料はそんなに簡単に上がりやすそうな感じではないから。うちもそうだわ。そう、俺らの職種はね結構ね、業界的に流動性高くて、転職って全く抵抗ないもんね。知ってるしね。転職して給料上げていくみたいなのはあるかもね。それが理想だ。しないとなかなか上がりづらいかもね。確かに。数年後にお互い転職するかもしれないな。わかんない。給料上げていこう。じゃあ、今日は以上かな。そうだね。ちょっとこれまで全然話してなかった仕事の話を今日はしてみました。お互いね、エンジニアっていう職種で仕事を頑張ってますちゃんと社会に貢献してます。頑張って働いてるからな、俺ら。そうだよ。全然暇じゃないよ。そう暇そうな動画撮ってるかもしれないけど。確かに。じゃあこれからも日本語リスニングに役立つような Vlog 動画とかをね中心に上げていこうかなと思うので、またぜひ見に来てください。じゃあね。じゃあね。